先ほどのセッションが途中で切れてしまっていましたので、すいません。その続きからいたします。昨日の夜のセッションです。Nawet złudzenie trwa dopóki trwa nagromadzenie warunków. Czy istoty uznawane są za bardziej realne, będąc bardziej długotrwałe? 第10下です。最初の2行は答えです。世俗のものは幻である。でも幻ならば再生は不可能だ。でもそれは真実ではないと。ここでは諸々の条件が揃う限り、それが集まる限り、整う限り、そこには幻がある。幻が幻を作る、幻ごときのものが幻を作って、そうすると物質的なものになって、この物質的なものというのは続いていきます。そうするとそれは継続していく。因と縁があるならば、それがある限りは続いていきます。輪廻の再生はそのようなものです。その無明によって、惑いによって、間違って捉えているということによって、それが物質的な因と縁を作ります。そうすると幻のように生まれ変わって、また再生して死んで生まれて、夜と昼がずっと繰り返されるようなものです。月の最初と終わりがまた繰り返されるように、最初、年の始めと年の終わり。ですから、私たちは混乱した輪廻する生き物というふうに言うわけです。セクリクっていうのは輪廻をへめぐる。それは何度もぐるぐる回っているという意味です。その円の中よりも先には行けません。このボトルの中にミツバチを入れて、ミツバチをここに入れて、その蓋を閉めてしまいます。そうすると、その蜂は外にはできないので、この中をぐるぐる回って歩くことになります。そんなようなものです。幻で資料を作図する。そして因と縁。そうするとまた生まれてバブーンです。バブーン。Yeah. No. Bumblebee. Jak trzmiel. 竹ですか？バンブーですか？ Like a male of the bee. Bumblebee. Trzmiel. No. Bąk. そうでもないですよ。違います。バブー。バブーです。Babu is the Bodhisattva, or no, the Bodhisattva monkey. バブーンは菩薩の猿。お猿です。バブーン。Don't say babu. バブーンと言わないでください。And I mean, it's this illusory. It's like この幻はそのようになっています。And the Buddhist purpose practicing things.
仏教徒が修行をする目的というのは、資料を作図して、それは幻のような方法でしますが、それによって幻の象牙を浄化します。幻の混乱を取り除きます。そうすると心がクリアになってきて、で心自身がクリーンになります。そうするとある時心は本当の心になります。それは海のようなもので、そこには波が起こります。で波は汚くなることができる。ある波は海をきれいにする波です。そうすると海はもっときれいな波を作り出します。きれいな波はきれいにきれいに、で海はもっともっと静まっていきます。そうすると海は安定してきます。一点に収まって、そうすると一瞬の心、一刹那のようになります。そうすると海はとても透き通ってきます。そうすると本当の一瞬一刹那である海が見えます。そうするとそれは海の本質でありますので、だから海はきれいにも汚くもならないんです。そのような誇張はもうなくなります。私たちの心も全く同じです。現在はさまざまな動きがあります。思考の波がいっぱいあります。良い考え、悪い考え、良い考え、悪い考え。良い行い、悪い行い。良い言葉、悪い言葉。それは交互に代わり番号に起こります。今それを変えています。方向を変えてます。良い行いの方向へ瞑想して分析して資料を作図して特に瞑想することです。で心が穏やかになって良い波の思考がやってきます。そうすると善不善のすべての思考が一刹那に溶けていきます。そうすると良い考え悪い考えという言葉も存在しなくなります。そうすると素晴らしいです。そうするともう生まれ変わる必要がないでしょう。死ぬ必要もないでしょう。その観点からは生まれることも死ぬこともありません。仏教徒のある人はそれを理解できません。私たちは生老病死を超えなくてはいけないと言います。でもブッダは生まれたんですよね。彼は病気になった。年老いた。亡くなる前に誰かが毒を差し上げてしまいました。で病気が発症してそして初涅槃されました。じゃあどうしてそれを超えられているというふうに言えるのか。体はそうでしたね。幻の観点からはそのようなものなんです。一刹那の観点からはそういったものは本当は存在しないんです。それは個々の体験です。外側にはそのように見えます。このような話があります。良い瞑想者の先生がいらして彼は本当にもう解放されていました。彼は生まれ変わることがあって死ぬ時にそういった自由を持っていらっしゃいました。
誰かが長寿っていうふうに言いますが、でもある同士がおっしゃいました。あなたが死ぬことがなくなったら、世俗の観点で死ぬことがなければ、あなたの体は死ぬことがなかったら、それは世俗の観点ではとても醜いことです。知ってますか？中国では一人の人がいて、何年もそんなに前じゃないです。彼は死にましたが、死ぬ前に彼は255歳になっていたんです。聞いたことありますか？リサーチしましたが、本当ですよ、チェックしてください。チベットに何度も彼は来たんですけども、100人もの子供がいました。そうすると100人妻がいたんでしょうか？いいえ、45回結婚しました。もう最初の子供は亡くなってますね。ほとんどが。彼が255歳になったとき、顔はチタキみたいになってました。チタキって何？しかし、でも人生はこんな感じです。255歳になったなら、最近では125歳とか110歳とか、たくさんいらっしゃいますね、そういう方は。しかし、でも255歳、そうしたら愛しき妻が何人死んでしまったか、どれくらい子供も亡くなってしまったか。そして100歳を超えたなら、ほとんどの友達は亡くなっています。とてもおかしなことでしょう。この話を聞くの見たなら、あれ、一人の西洋人の囚人がいました。一人の女性です。それを見たことがありますか？彼女には一人の娘がいて、ユダヤ人だったかもしれないですけど、わからないです。で、突然彼女は刑務所に入らなくてはなくなっていきました。そしてお金を集めたんですね。貯めたんです。コインとか銭とかな。で、これは娘のために貯めてるんだと言いました。彼女は最初は30、40歳だったでしょう。で、ある地点で、それから刑務所を出ました。戻ってくると、家に戻ると、家がもうひどいことになってました。すべての家族はいなくなっていて、もう家族はそこには友達もいなかった。娘もいなかった。そしてこの貯めたお金は、それを集めてこのお金を得た人は私の娘に渡してくださいと書きました。もうこれ以上続けることはできません。なぜなら友達も誰もいない。家族もいない。一人です。今から新しい友達を作ろうとしても、それもよく不快です。多分は彼女はもう年老いてしまっていたから、もう誰も友達になりたくない。社会の中でそんなに長寿っていうのは大事なことではないでしょう。そして彼女は自殺してしまいました。もうたくさんこんなような話があるんです。私はそういうのを見たことがあります。ですから、あなたが一刹那を悟ったとしても、ある地点では去りたくなります。あるマスター、私はもう去るとおっしゃいました。私は行きます。ロンチェンニンティクの一人のマスター、
シャダル・クンガパルデンとおっしゃいます。クンガパルデンは少し年老いてきて、体に問題が少し起こって、Fizycznie było mu trochę ciężko. I powiedział. 盛大な勅を行いました。ある生徒は、彼はもう去りたいんじゃないかと言いました。気づきました。勅ブムが終わったときに、何か疑問があるならば、ここで正しましょうと。みんな無常です。そして弟子たちは理解しました。彼の前にみんながやってきて、サマヨをくださったのであなたは行くことはできません。あなたはもっといなくてはいけない。とどまらなくてはいけない。どうしてそんなことを言うんですかとマスターはおっしゃいました。あなたはこれ以上私に年を取れと言うんですか。じゃあ何年ならいいんですか。何年してほしいって言うんですか。長ければ長いほどいいですけれども、でも最低あと3年はとどまってくださいと言いました。本当ですか。私にとってはそれは本当に大変なことですけど、でも3年っていうなら、そう言って受け入れてくださいました。あと3年いましょうと。それで1年経ってで歌いました。鳥を見ながら、鳥を、あなたには自由がある。いつでもあなたは去ることができる。私は囚人だ。私にはいつでも行ってもいいというわけではない。それで3年経ってから、もうこれ以上求めないでくださいと言いました。私が不自由になっても、世俗的なレベルで、なんでこんな体をずっと持てなくちゃいけないのか。一般的に、公共に対して無常を示せばいい。私が死んだら、無常を悟ることができるでしょう。もっともっと、そしてダルマに集中できるでしょう。でも私たちの意識、心は、私の頃は全然 OK です。死というのは悟りのプロセスでしかありません。修行者というのは全く違うんです。インドのある場所で、私は死ぬ人に何回かポワをしました。その前には、ある地点でポワをする必要があります。おかしなことですが、私がインドにいたとき、あるとき、アヤンリンポチはとても良いポワを行って、たくさんの兆候が出ます。サインが出ます。とても有名ですね、アヤンリンポチは。でも私の同僚の村にはアヤンリンポチはいらっしゃらなくて、でもポワのコースをしなくちゃいけなかった。そうするとちょっとおかしなことが起こって、私もそこにいたんで、あなたいいポワをしますねと言って、そうすると年を取った人がやってきて、でその村で亡くなりそうな人がいると私が呼ばれたんです。でも私の瞑想や悟りというのは全然いいものではなかったんですけれども、でもそんなことが起こったんです。私がネパールにいたとき、ネパールにいてまた戻ってきました。でそこに着いたら、一人の村人がやってきて、
冗談で憲法と呼んでた人ですか。Mówił, 憲法と言われて、憲法来てくださいと言われて、私の村には2人の女性があなたを待ってますよと。長い間病んでいて、もうあなたからポアを受けたいと言ってるんです。あなたのことを見る、あなたと愛してるよと。それでお茶を飲んで話をして、2人の女性は戻ってきてくれてとっても嬉しいです。どうかカンドメイクのポアをしてください。今受けたいですと言いました。一緒に私たちは修行をして、そしてポアが終わった時に2人の女性は亡くなったんです。本当に怖かったです。でもその家族はとても幸せでした。本当にリンポチェだ、キンリンポチェというふうに彼女たちは見てくれたんですけど、私自身は恐れていました。彼女たちどこ行ったんだろうと思いました。Coś takiego mi się wydarzyło. でも私に悟りがあるわけではなくて、でも歴史的には犬の歯を、犬の歯がブッダの歯になってしまったという例がありましたね。この信心の心によって犬の歯でさえおしゃれになるわけです。同じようにこの2人の女性にもそういったことが起こったのでしょう。時にはこのような例によって私たちの心の中には強さが生まれます。ある年老いた人が彼はすごい一人のリンポチェを信仰していて、彼はネパールに住んでいて、彼の父のことをよく話していました。ある時彼がやってきて、リンポチェがやってきたので、その信心深い男は大変嬉しかった。とてもそう院ではとても歓迎されて、その大事なラマでやって、それで彼の家にやってきました。リンポチェは嬉しいです。私とても幸せです。涙が出てきて、それで礼拝して、このおでこをリンポチェの膝につけて、そのまま亡くなってしまったんです。本当にすごいですよね。ですから心の中に強さ、心の中の強さ、あなたの力、強さ、それによって資料作中は心の中で、心の中にその強さが育まれたならばいつでも行くことができます。心は心が自分の心を自由自在にできるようになります。その意味はまとった思考の心を投与できるようになる心が、その時には心が一刹那を掴んでいて、そうすると生まれる死ぬという動きはどのような動きも起こることができます。止めることはできないです。止める必要もありません。このようなことが起こっても何も傷つけることがなく、自分を良くすることもなく、そうしたらあなたはもう不信不言の境地と同じだということになります。で、次の下女です。ここではここでもまた他者が言っています。まだ10ですね。
through the simply being more 幻もまた生じることになる。長期間継続しているだけで、どうして有情が真実として存在するのだろうか。Czy istoty uznawane są za bardziej realne, będąc bardziej このテキスト długotrwałe? は概要欄からもご覧になれます。What does it mean, protected? What does it mean? 長期間継続しているということですね。長さです。Length. Nie rozumiecie tego, jak to całej tej długości. 時間の長 If you さ。 say like others to say 他者がこう the 言うなら、worldly folks, まあ世間の一般、普通の人がこう言います。この世俗の有情は本物です。実体がありますとお伝えします。なぜなら、彼らは長い期間継続して存在するから。もしある生き物を見て、20年、30年、40年、50年生きているかもしれません。長い間にとどまっています。そうすると、ヨガ行者は、それはあなたの愚かな例に過ぎませんよと。なぜなら、幻が本物になる。長期間と言いましたが、期間という幻、現実史の幻を作って、それも1時間、2時間、1日、2日と続くでしょう、現実の幻も。それによってそれが本物になるのか。あなたは現実の幻は本物ではないと言いましたよね。でもこの世俗の現象があなたはこれは本物だという。でもそれは同じことです。同じ因と縁によって起こっています。時間の長さが違うだけです。世俗が現実である。なぜなら長く続くからだと言っていますが、でも幻は本当ではないと言っています。なぜなら短いから、長い短い、それは瞬間にかかっています。例えばあなたがこの長さ、この手の間の長さが、これはこっちより短いですよね。でもこの長さはこの長さよりも長いですよね。だから何が長い、何が短いってどうやって決められるんですか。何かが長くて。長いからといってそれが本物だと実在するとは言えないんですよ。そういうことです。それがヨガ行者の答えです。時には私たちこういったアイデアを持ちます。どんな考えかというと、私たちは長い何年も何年もここにとどまって、だから私は実在があると思います。私はこの家に長くとどまっている。20、30年間ここに住んでいる。だからこれは幻ではない。でもそれは関係ないですね。長くても短くても。一人の人はここに1秒しかいないかもしれない。ある人は40年いるかもしれない。この対象である幻の家、この夢が1秒であっても、あるいはこの夢の家が8時間かもしれない、12時間も8時間。でも夢は夢ですよね。それを分析すべきです。分析しなければいつも混乱しているままです。おかしな話だったと言わないでください。彼に言ってます。ありがとうございました。ちょっと時間過ぎちゃいましたよね。そんなでもないですね。まあいいじゃないですか。以降です。菩提心の祈りです。
リンポチェの長寿祈願文です。2つに分かれてしまってすみませんでした。では昨日のセッションはこれで終わりで、今日日曜日最終日の、午前中のセッションは1時間早まって日本時間で17時5時からライブでお届けします。1時間早いのでお間違いないようにマーシャが訳してくれます。今日の夕方のセッションもあると思いますので、それは